皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、私が韓国に対してどのような考えを持っているかといったところについてお話をしていきましょう。今回は動画を見てくださっているガイアさんからのリクエストに応える形での動画撮影になります。こういった話題について話してほしいよということについてはコメントに書き込んでもらえれば、その中について私が答える可能性がわずかではあります。どの話題について答えるかは私の気まぐれというのが現実ですので、そこはご了承ください。さて、私が韓国についてどのような考えを持っているかというお話をしていくわけですが、そこには2つの大きな括りを設けようと思います。まず第一に、国家としての韓国、そして韓国の人たちという、この2つのレベルについては少し分けて考えましょう。まず韓国の国家として考えた場合、私は韓国は仮想敵国として考えています。この話の前提にはさらに必要なのは、私は地球上のすべての国が仮想敵国として捉えるべきだという考えがあります。国家と国家は友達になることはできない。あくまでもその時その状況に合わせて手を組んだり手を切ったりといったような状況が常に発生し、敵であった国家が味方になり、味方であった国家が敵になるといったことは別に歴史上においては珍しいものでも何でもありません。例えば、かつて日本とイギリスは同盟を結んでいました。日英同盟です。しかし日英同盟がなくなった後どうなったかといえば、日本とイギリスは全く別の陣営として戦うことになりました。同じようにしてアメリカと日本は戦争をしました。一方現在はどうであるかといえば、日本とアメリカは同盟を組んでいます。国家と国家の間に友達という感覚はなく、あくまでも利益を共にするのかどうかといった点について同盟が結ばれ、現在は手を組んでいる。そしてそれがいつまで続くかはわからないというのが現実です。この歴史を前提に考えると、まず国家と国家は仮想敵国であるという大前提をもってして関係を築いていくという必要があると私は考えています。そういった意味において韓国は仮想敵国としては非常に現実的な敵国になっています。国と国が仮想敵国として向き合った場合何を考えなければならないのか。まずそこにはパワーの問題があります。パワーとは力。何の力かというと、まず経済力、軍事力、文化力。これらについてのパワーを考えていく必要があります。軍事力については日本は基本的には放棄した立場ではありますが、防衛力という点については自衛隊があります。しかしこれは軍事力としては非常に制約されたものであり、その力が発揮される状況というのは限定されているため、あまり軍事力は期待できません。ですから日本が持つべきは経済力と文化力なわけですが、しかし文化力として浸透しているかと言われれば、それはサブカルチャーの分野であり、あくまでもそれは好き嫌いの問題にしか過ぎません。ここで言う文化力とは、いわば共産主義のような、その国家全体の意思を決めるような思考主義についての波及力があるのかという点についてです。日本はこの点においてどこかの国に対して非常に影響力を与えるような主義主張というものは持っていません。先ほども述べたようにサブカルチャーとしてのアニメや漫画といったものがいくら隆盛を誇ったとしても、日本を宗主国とするようなそういった文化の力を持った連帯というものは発生しようがありません。そういった意味において文化力というのは現在用いているのは、いわゆる共産主義、社会主義といったような主義、もしくは宗教的なイスラム教圏であるとか、キリスト教圏であるとか、そういった括りの枠組みしか存在していないと思います。日本の場合はいわば神道を代表するような無宗教に近いような状況であることを考えると、外界に対する文化力の浸透というのは非常に弱いものがあります。そういった意味において日本が持っているパワー、それはまさに経済力なわけですが、その経済力にも陰りが出ている状態です。さて、そういった陰りの出ている状態を作った原因ともなっているのが韓国の経済力の発展です。なぜ韓国の経済力が伸びたかといった話をするときに、必ず日本人の愚行が上がってきます。一体どのような愚かなことをしたのかといえば、国家と国家は友ではなく、それはあくまでも仮想敵国に過ぎないという前提を持たない人たち。そういった日本人が
非常に多く韓国に渡り、そして韓国の経済発展を助けてきたという事実があります。これは何も日韓併合の話ではありません。戦後の話です。戦後日本は数多くの技術供与を韓国に行ってきました。韓国の財閥が立ち上がるときには、そこには日本人の技術者たちであるとか指導者たちといったものがテこ入れに入っていたことは多く知られています。もちろん、そういった立ち上がりの時期だけではなく、さらに20世紀後半になっても、日本人は液晶や半導体技術について韓国に技術供与や技術提供などといった形であちらの国の産業を育てたという事実があります。こういった問題に対しては、日本人がいかにもお花畑な思考だったから仕方ないという人もいるかもしれませんが、あちらの国の方がはるかにずる賢く日本を利用したというのは事実です。そうして韓国がどのようにして日本に対して政策を取ってきたかといえば、そこには反日政策があります。反日政策の基本というのは、まず第一に中国に対する属国意識をなくすためというのがまずあります。韓国の歴史は中国の属国であったという歴史が非常に長いわけですが、そのような歴史については深く掘り下げて教えることはありません。それは韓国人にとって恥ずべき歴史だと考えているからです。属領であった時代にどれだけ屈辱的な要求をされ続けてきたかなどということについて掘り返せば、それは同時に自分たちがほぼ同例同然のような国であったという事実を見つめ直さなければならないからです。そのため韓国の教育というのは基本的にそのような属国であった歴史については蓋をして、あくまでも日本に対する反日といったものを基本にして考えています。国家として成り立つのは、まず反日からスタートするわけです。そのような偏った考えからスタートしている韓国ですから、日本と利益を共にするなどというところについて、日本が心を砕く必要は全くないと私は考えています。共に利益を得るための方向性として第一なのは、両方が反映した場合にそれが国家の利益になるかということです。例えば現在日米同盟があって、アメリカが隆盛を誇ると日本にとって困ることというのは何でしょうか。それは競争相手が強くなりすぎて日本企業が弱くなるというような問題はあるかもしれません。少なくともアメリカが日本を滅ぼそうというふうに考えることは少し難しいものがあります。弱くなった日本というのはアメリカにとって利用しやすい駒であることは事実であり、そのために日本が生き延びることができるという生存戦略を取ることができます。一方で韓国が強くなって日本にとってどのような脅威があるかといえば、それは韓国が日本を打倒する可能性が十分ある危険性です。国家としての韓国は北にロシア、そして中国という大陸からの圧力を受け続けているわけです。そういった中にあって、他の国と共に栄えようなどという共存共栄の考えなどはそもそも存在し得ません。まず自分たちの国がいかにして強くなるか、そのためにはどのような国を利用するかということが非常に重要なのです。そういった意味において、日本と韓国というのは基本的にはお互いを利用する、それだけの関係に過ぎません。決して友達になれる関係ではないのです。これは地政学上もそうで、あくまでも現在は北朝鮮や中国からの圧迫を受ける時のクッションとしての役割にしか過ぎません。それ以上でもそれ以下の存在でもないのです。さて、韓国の国家に対する考えというのはこの辺りにしましょう。それでは次に韓国の人たちというレベルに下げて考えてみましょう。韓国の人たちは日本が大好きだという人たちが日本の中にもたくさんいます。例えばたくさんの人たちが日本に旅行しているでしょという具合にして、好きだから日本を利用しているんだという考え方をする人たちが非常に多くいます。韓国に旅行に行ったら、韓国の人たちは非常に温かく迎え入れてくれたよという人たちももちろんいます。いわゆる政府とは違って、一般の人たちは日本人を歓迎してくれるし、一方で日本に来てくれもするから、こういった人たちについてはもっと仲良くなるべきだという人たちがいます。私はここに大きな問題があると思っています。韓国の人たちがなぜ日本を好きなのかといえば、それは利用する対象として日本が非常に優れているからです。例えば日本に行けば安い物価の国であるということがまず第一に挙げられます。
以前私は世界ランキングの動画を上げましたが、その中でソウルは世界で6番目に物価の高い都市であることを取り上げました。一方で日本はデフレの非常に長く続いている国です。高い品質のサービスを安く手に入れられる国として世界中に有名になっています。日本に対する旅行客が増えている原因というのは、日本がデフレが進行して高い品質のサービスを安い値段で手に入れられる国として非常に重宝されている面があることを忘れてはいけません。例えばランチが1000円でどのくらい食べられますかといった時に、オーストラリアなどではほとんど貧相なものしか食べられないのに、日本に来れば1000円でもうたらふく美味しいものが食べられるといった具合にして、日本というのが安くてこんなにいいものが食べられるんだ、これは満足だという具合にして口コミが広がるのも自然な流れなわけです。同じようにして韓国の人たちにとってもそれは似たようなものです。日本という国は韓国人の人たちにとってみれば近くて安くて美味しいものが安心に安全に食べられる国だというふうな非常に手軽な場所なのです。そういった利用しやすいものについて好きだという言葉を日本という国家との相対として好きだというふうにイコールでつなげて日本人の方が受け取るのはこれは大きな間違いだと私は考えています。また日本人が勘違いしている面があります。例えば日本の国内において徴兵制の問題を取り上げるときに、徴兵制はもう軍国主義の象徴のような話をする人がたくさんいます。しかし永世中立国のスイスが開閉制を用いているというのは有名な話ですが、その点については目をつむると同じように、韓国においては徴兵制が行われており、成人男子ならば銃を撃てるような国民性を持っているということを忘れてはいけません。こういった憲法9条絡みで平和を訴える人たちは徴兵制については非常に敵視しているわけですが、お隣の韓国の人たちが徴兵制で銃を撃つ訓練をたくさん受けているよといったことについては全く無視するなど、そういった日本と韓国の間の問題について目をつむる人たちが多いのもこれもまた問題だと思っています。そして教育という面においては非常に毒されている面が多くあります。例えば竹島問題について言えば、竹島はもう独島として韓国の島だと思っているのがほぼ常識的にあちらの国では語られています。これはまさに教育の賜物で、そういうふうに教わったんだからきっとそうだというふうにして考えるのがあちらの国としては普通なのです。韓国の人たちの言う日本が好きだというその絶対条件としてあるのは、あくまでも自分たちが利用する立場として都合のいい日本が好きなのであって、韓国の人たちに対する反論、異論、そして攻撃してくるような対象としての日本というのは別に好きでも何でもないのです。彼らにとって都合のいいことを少しでも外れれば、それは日本に対する反日として燃え上がる心になってしまいます。こういった韓国に対してどのように対処すべきかといえば、私はあくまでも経済では韓国を利用し、しかしそれ以外の部分については徹底的に反論を行うということが非常に大事だと思っています。例えば反日教育をしていることに関して徹底的に糾弾を繰り返すというのも一つの手です。それは人権問題として絡める方がいいでしょう。他国の政策に対して文句をつけるといった問題に関しては非常に内政干渉だという批判があるわけですが、一方でそれが人権問題であったらどうでしょうか。反日教育はこれはまさに洗脳教育だという具合にして、いかに間違ったことを教えているのかということを切々と訴えるだけでもそれは批判として多くの同情を受けるはずです。こういった正しい教育をすべきところを洗脳教育を行っているのといったことに関しては積極的に広報を行うべきですし、他国の例を見習えば映画などを作成して世界中に真を問うというのも一つの手でしょう。また、日本と韓国との間の人の出入りというものが非常にしやすい環境にも問題があると思っています。留学生にしてもそうですし、短期の観光にしても、現在の日本と韓国との間の人のやり取りというのは非常に密になっており、これをもっと分断するべきだと思っています。その理由は何といっても、彼らの日本を利用しようという考えにまず第一に、基本的に日本はそのような考えを受け入れないということを断固示す必要があるからです。日本にビジネスで来るんであれば、その正当性などについてしっかりと証明してください。また、日本に旅行しようと思うのであれば、しっかりとそれだけのお金を払ってくださいという具合にして、
ノービザといった形での優遇などは一切やめるべきだと私は思っています。その時にどのような理由をつけるかといえばやはり竹島問題を取り上げるのが良いでしょう。竹島は韓国によって軍事占領された島です。このような問題があるにもかかわらず、人の行き来について非常に自由な状態というのは不合理だというふうに考えます。この問題を解決しない限り、韓国から日本にやってくる人たちについては常に審査を行うのは当然ですよ。そしてその審査の中には当然のようにして一つ質問を入れるべきです。竹島は日本領ですよ。それをあなたは認めますかという一文について制約を取る、そのようなことが一つ必要だと思います。もちろんそこで制約を取った人に対しては、それこそ動画などを撮ることも必要でしょう。安易に近いからなどという理由で日本に来る必要はないでしょう。ここまで韓国のことについて様々語ってきたわけですが、おそらく語り尽くしていない部分についてもたくさんあったでしょう。ですが、ここで一つ問題なのは、韓国はそれほど語る必要がある国なのかといった点についてです。私が世界中の国のことを考えたときに、まず第一に考えるのは中国の脅威です。次にアメリカとの関係です。現在地球上におけるこの中国とアメリカの存在というものは非常に重大なものがあり、それに比べると韓国というのは実はそれほど重要な国ではありません。中国の推し進めている一帯一路構想というものがどれだけ経済圏を拡大するのかといったところもありますし、同時にこの経済圏の広がることによって軍事的ないわばパワーの蔓延といったものについても非常に注視していかなければなりません。かなり話の最初の方であった3つのパワーの話について語りました。経済力、軍事力、文化力。現在の中国はこの3つのパワー、その全てを全開にして世界を蹂躙しようとしています。一方で、そのような覇権国家を目指している中国に対してノーを突きつけている国がどれだけあるかと言われれば、アメリカを除いてはっきり言ってないと思います。例えばヨーロッパについて言えば、あれはヨーロッパとしてまとまったんだよというふうに日本人は見ているかもしれませんが、実際には烏合の州に過ぎないというのが現実です。EU 全体として国家の意思を持っているかと言われれば全くそうではありません。EU は経済的な同盟圏ではありますが、政治的には全くまとまっていないのです。そのため中国の経済力、そして文化力の浸透力に対して全く対抗できていないのが現実です。そしてこの中国の覇権国家を目指す動きに対してノーを突きつけているのがトランプ大統領に代わったアメリカです。残念ながらオバマ大統領はこうした中国の動きに対しては全く見過ごしてきました。むしろ中国が発展すれば資本主義経済のブロックに組み込むことによって中国をコントロールできるかもしれないというような淡い期待を抱いていたのかもしれませんが、それは全くの間違いでした。中国は経済力をつけることによって、その経済力を生かすことによって周辺国に対する経済、政治、文化力の浸透をすることによって自分たちの勢力圏をどんどんと広げていったわけです。その高まりを受けて現在のトランプ大統領が対抗しよう、そして中国の勢いをそごうとしているわけですが、この目論みがうまくいくかどうかというのは私のような人間にはまだまだわかりません。例えば専門家の中には中国経済は崩壊すると言い続けて10年以上経っている人などもいます。一体何年前から中国の経済は崩壊すると言い続けているんだとちょっと突っ込みたくなるわけですが、それぐらいの粘り腰の経済力を持って中国は発展を続けてきました。その内訳としては当然のようにしてシャドーバンキングのような闇の経済と言われるものの存在などもあるわけで、実体経済とはかけ離れたところで中国は巨大化を続けているという指摘もあります。いわば表の世界だけを見ていて、中国経済はもう来年にも崩壊するよと言っていた人たちの予測がこの10年間はずっと外れてきたというのも事実です。もちろんそういった意味においてはいつか必ずどこかで中国経済は崩壊します。なぜならば歴史上において繁栄を永遠に続ける国家などというものは存在し得なかったからです。地球の大半を制覇した大英帝国が今どうなっているでしょうか。大英帝国は現在にも確かにイギリス連邦という緩やかな国家連邦というものは持っていますが、その支配力というのはあくまでもイギリス本国に留まっているのが現実です。
そして世界の G7 の中の一つの国ではありますが、では世界中に対して歯を唱えるような国家としての勢いは今あるでしょうか？当然のようにしてありません。また一方のアメリカにおいても、では世界中を制覇できるような力があるのかと言われれば、そんなものは存在しません。現在の中国を見ればわかるように、もはや現在の中国というのは自分たちの経済圏だけで一つの巨大なブロックを築こうとしています。このように地球規模で考えた場合というのは、あくまでも現在はアメリカと中国の巨大な覇権国家争いというものが繰り広げられている激動の時代にあるというふうに考えることができます。そういった意味において韓国というものは実はそれほど重要な国ではありません。もちろんここで言う重要とは地球レベルの話なので、そこから比べると現実にはもっとミクロに見れば大事だよというのもわかります。もっとミクロで見れば韓国は危険な国だというふうに考えることももちろんできます。例えば北朝鮮との統一、そして金正恩一家による独裁国家になった朝鮮半島というものは脅威であることは間違いありません。核兵器を持った国がすぐ近くに新しくできる。それはロシアや中国、アメリカのような核兵器保有国と比べてはるかに抑制の効かない、核兵器を実際に投入するかもしれない危険な国家であるということは間違いありません。そういった意味においては韓国は重要であるというのはもちろんそうなのですが、では地球の歴史を変えるほどなのかと言われればそうではありません。そういった意味においては米中、この2つの超大国の動向というものを気にしつつ、目の前にある韓国の問題に対しては、それよりももっと小さい問題ではあるけれど、話題性がたくさんあるというのが現実です。なぜならばアメリカにしても中国にしても確かに大きな国で大きな動きをしているわけですが、韓国ほど面白い動きをしているかというとそういったことはありません。中国がどれだけ経済力の力を使って様々な国に対して軍港を作ったり空港を作ったり、台湾との国交を切らせるような非常にダイナミックな動きをしていたとしても、それは日本人にとってはそれほど大きな動きとして映らないのが現実です。むしろ韓国のような面白い動きというのがはるかに注目を集めています。ボイコットジャパン運動を訴えて、そのために日本への旅行をやめようといえば、日本と結んでいる航路の多くに韓国の LCC ローコストキャリアが様々便を持っているため、自分たちの国の企業がダメージを受けるというのは見ていて非常に面白いものがあります。このような面白さが前面に立つのが現実で、そして韓国という国のこの面白さに注目して様々な動画ができるというのも私はわかります。確かに見ていて非常に面白い国なのは間違いありません。国家として未成熟で、いわゆる国家としての戦略や戦術といったものが洗練されて全くいないのです。そのために企業もおかしな行動をしますし、政府も奇妙な動きを何度となく起こします。そういった意味において韓国というのは非常に話題の提供者として優秀です。ただし私はこの韓国の面白い話というのについて必ず一つ注意している面があります。いつまでも韓国を笑っているほど日本はそれほど盤石な体制ではありません。韓国の奇妙な動きを笑っていられるうちはいいのですが、日本には日本で自滅する可能性が非常に強くあるために、そのために私は日本という国は現在危険な状態にあるということを警鐘を鳴らし続けようと思っています。もっといろんなことを語り尽くせることはあるかと思いますが、ちょっと長くなりすぎたので今日はこの辺にしておきましょう。最後まで見てくれた人はありがとうございます。私の話は取り留めのない話なので、どこまで面白かったかは皆さんの判断にお任せします。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。またね。